皆さん、こんにちは。落合恵美子です。前回から、この立ち止まって考えるで、ケアリングソサエティという話をさせていただいています。今日はその第2回目ということでお話しさせていただきたいと思います。では、画面を共有します。ご覧いただけてますでしょうか。はい、では、ケアリングソサエティ、新型コロナが露呈させた、ジェンダー問題とケアの危機を超えての、第2回目を、始めたいと思います。で、前回、このコロナ問題っていうのはその、ケアの危機というのを露呈させているというお話ししましたね。で、環境問題とケアの問題というのは、実はとてもよく似た関係にある。環境も、この、システムの中、その経済の、中にその環境汚染というようなことを入れないで、そのシステムの外に、ただ吐き出してしまえば、それでことは足りると思っていると。で、それと同じようにケアも、ケアの負担を、この社会の中で、きちんとカバーするのではなくて、その経済のシステムをその社会の中心になるシステムからその追い出してしまって、家族の方に投げてしまっている、というような話をしましたね。でしかし、環境汚染が、自然浄化の、限度を超えたのと同じように、そのケアの負担というのも、その、限界を超えてしまっている。それで、この少子化も起きているし、それからコロナ危機というような時には、大きな問題が起きているというようなことを、お話ししました。で、そうですね。で、このケアという言葉、少し広めに使っています。よく使われる、そうですね、高齢者のケアとかよく言いますけれども、それよりも広め、子どものケアということも使います。で、それから、いわゆる家事、ご飯作ったりっていうのも、広い意味ではケアですね。つまりケアという言葉を、人間のそのが生きることをその支える活動というふうに定義してお話ししていきたいと思います。さあ、それで、今日は、そのケアの危機というのは、実はそのジェンダー問題でもある、ジェンダーの危機でもある、ということを、に展開していきたいと思っています。で、ジェンダー問題としての、このコロナ危機ですね。で、今ご覧いただいているこのスライドは、新型コロナウイルスのパンデミックで、自分の、生活が変わったと思っている人。すみません。ちょっと、違うスライドが見えているかもしれませんね。ちょっとお待ちください。失礼しました。ちょっと自分で、確認しているのとちょっと違う方が見えていました。失礼いたしました。はい、これです。はい。ジェンダー問題としての、コロナ。これはピューリサーチセンター、というところの、発表した、データなんですけれども、世界の、いくつかの、国について、新型コロナウイルスのパンデミックで、自身の生活が大いに、もしくはかなり変わったと答えた人の、割合を示したものです。で、韓国、スウェーデン、アメリカ、イギリス、そして日本がその後にありまして、ですからそうですね、このパンデミックで生活が変わったと言っている人は、日本割合が高い方ですね。これ昨年の、時点の、昨年の夏ぐらいの時点での、
結果ですので、その後またいろいろ変わっていると思いますけれども、ポイントはですね、この男女でこれ、別にとってあるんです。濃い方の、紫色が女性で、薄い方の紫色が男性ですね。で、これご覧いただきますとどうでしょう。男性と女性と、どちらが影響を受けてますか？まあ、その興味深いことにというか、すべての国で、女性の方が、男性よりも、えーこの、コロナのパンデミックで、自分の生活が変わったと答えている人の割合が高いんです。すべての国でっていうのはすごいことだと思います。で、まあ、日本なんかは、まあ、比較的その差が、広めな国の方ですね。どうしてなんでしょう。どうして、その女性と男性に、この新型コロナは違う影響を与えるんでしょうか。で、もう少しその影響の違いを見てみましょう。雇用の減少、これはその男性にも女性にも見られたのですが、女性の雇用の減少の方が、厳しいというのは、皆さんご存知でしょうか。これも、まあ、去年の夏ぐらいまでの時点の、グラフをちょうど今お見せしてますけれども、この左側が日本ですね。まあ、男性も、去年の、春ぐらいから、まあ、雇用が減っているんですが、女性の方が減り方がずっと激しい。で、さらにこれ国際比較してみますと、この右側には、オーストラリア、カナダ、アメリカ、という3つの国が出ていますけれども、そのいずれでもその女性の雇用の減少の方が、激しいんですね。さあ、どうしてでしょう。で、まあ、このような、えー女性への影響の大きさということは、実は、このコロナ危機の割と早い時期から、指摘されています。で、国連のグテーレス事務総長は、去年の4月という、まあ、かなり早い段階に、このコロナ危機っていうのは、その女性と、女の子を、この対応の取り組みの中心に据えなければいけないものなんだ、ということを、言っています。で、それから、皆さん、この、C セッションという言葉、お聞きになったことありますか？えーまあ、不況なんですが、今回の不況は、女性不況というふうに言われてるんですね。C のセッション、リセッション for women。で、リーマン危機というのもありました。これもまあ世界的な経済危機だったんですが、この時にはその男性の方が多く失業しているんですね。で、それと、違うパターンが今回は見える。女性の方が、多く失業している。だから C セッションである。コロナ危機は C セッションであるというふうに言われています。で、まあ、他にもその、シングルマザーの、雇用形態の変更や収入減、で、それから DV が増えたこと、それから女性の自殺が、増えていること、このあたりが、問題になっています。この DV については、これも世界的な現象なんですね。で、これもその国連が影のパンデミックというふうに言っています。その世界で、このコロナ危機の下で、DV の被害に遭う、人たちが増えている。まあ、皆さんその家の中にまあ押し込められてるわけですね。そのロックダウンなどで。で、まあ、ストレスも、高くなるのはまあわかりますけれども。で、それが、その安全なはずの、家庭を、非常に危険な場所に変えてしまっている、ということが分かっています。で、その、犠牲者は、まあ、男性もいますけれども、割合で言うとその女性が多い。そこでその、女性にとってコロナ危機は、より大きな打撃である、ということになるんですね。では、日本はどうかと言いますと、日本でも、このコロナ危機が女性の問題として、もう考えられるということに、注目されるようになりました。そこで、昨年の9月に、内閣府男女共同参画局が、
コロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会、というものを立ち上げました。で、座長は、東京大学の、社会学者の白長谷佐和子さんです。で、この研究会が、今年の4月に報告書を出しています。で、それから内閣府が、他にもその調査をしています。で、民間団体も様々な調査をしています。で、それらを読み解きながら、その日本での、新型コロナのその、女性と男性への影響というものを比較して、見ていきたいと思います。で、まずこの就業者数の減少ですね。で、先ほど、昨年の、夏ぐらいまでの、データというのをお見せしました。で、これはもっと後まで、今年の初めまで入っていますね。これも、コロナ研究会の報告書から取っています。で、ご覧いただくと、去年の春に、就業者数というのがガクッとこう減っている、落ち込んでいるというのが、わかると思います。で、この、グレーが男性の就業者数、オレンジが女性ですけれども、ご覧のようにその女性の方が落ち込みが激しいんです。で、それからその回復も遅い。男性の方がまだしも早く回復しますけれども、女性の回復は遅くなりまして、去年の、秋から、年末にかけてようやく回復してきた、形です。で、このように、就業への影響は女性に特に影響が大きかったということがはっきりしています。で、この就業への影響っていうのは、いろんなものがありまして、失業する、で、それから休職する、で、それから非労働力化する、というような、形、の影響があります。休職は失業と違って、仕事は、保持できてますよね。で、非労働力化と失業はどう違うかというと、もう非労働力化したって言われる人は、もう働くのを諦めてしまっている人たちのことです。失業者っていうのは、仕事を探している人ですね。その仕事を失ってしまったけれども、働く意思はあって、えー次の仕事を見つけるために、努力している人たちが失業者です。で、それに対して非労働力化っていうのは、もう次の仕事を探すのは、ちょっとしばらくやめとこうというような感じの人、これが非労働力化した人たちということになります。で、このように、女性の就業が、特に影響を受けたその理由は、第一の理由は、産業の種類です。女性が多く従事している産業というものが、今回このコロナの直撃を受けました。で、ここに赤で丸をつけているような宿泊業、飲食業、生活娯楽業、というようなところで、で、この、黄色が女性、グレーが男性を示していますけれども、で、このゼロよりも下に、バーが伸びているのは、その就業者数がその減っている、同じ、前の年の同じ月よりも減っている、ということを示しています。宿泊、飲食、生活娯楽、このあたりが打撃を受けたのは皆さんご存知ですよね。で、そういうところにはその女性が、多く就労していた。それが、女性への影響を、厳しいものにしている第一の理由です。で、それに対してこの青で、丸をつけたような、医療とか福祉の分野というのがありますけれども、ここではその女性の雇用が多い分野でしかも、雇用は増えています。それはそうですね、その、看護師さんとか、多く必要になっていて募集していますよね。で、そういうようにその女性の、雇用が集中している分野は、就業者が、非常に減ったところと、でそれから増えているところにこう分かれている、という状況を見ていただけると思います。それから、女性のその雇用形態、これも、コロナの打撃を受けやすくしています。女性はその男性よりもこの非正規雇用の人の割合が高いんですね。で、正規雇用の人は、このコロナの影響を受けても、
例えばその在宅勤務になるというような形で、仕事を継続できています。で、在宅勤務ができないような人たちでも、雇用は守られているんですね。正規雇用の人たちは比較的守られている。ところが非正規雇用の人たちは、この機会に仕事を失った人たちが、続出しました。で、非正規雇用は、このゼロよりもその下のところに黄色いバーが伸びていますけれども、それがその非正規雇用のその減少分を示していますが、このように大幅な減少が続いています。で、それに対してその上の方に伸びているグレーのバーは正規雇用の人たちを示しています。で、このグラフはその女性についてのものですが、女性も実は正規雇用増えてるんですね、この間。看護師さんのこととか言いましたけれども、確かにこの時期だから、増えた雇用っていうのもあります。ですからそういう正規雇用は増えているんですけれども、しかしより多くの非正規雇用の人が、職を失っています。さあ、3番目の要因です。女性の就業に影響が大きかった3番目の要因。で、それはその増大した家事・ケア負担、なんですね。その影響が、雇用にも出ている。で、これも、また、コロナ研究会の報告書から取ったもので、東京大学の、山口、先生の、試算結果です。で、この、左側は、この就業率へのその影響がどのように出たかというのを月別で示したものです。で、黒い線は、末子が未就学または小学生である有配偶女性です。で、それに対してこのオレンジの方は、子供のいない有配偶女性です。ですから、両方とも有配偶女性、大体既婚女性なんですが、子供の、小さい子供がいるかどうかで、それを分けて書いてみた。で、そうしますと、子供のいる人は、子供のいない人よりも、より多くこの影響を受けてしまっているということが分かります。この就業率のこの下がり方がより激しいんですね。黒の方がこのオレンジよりもこの下に線がありますね。で、しかもそれがどんどん下がっていく。子供のいる女性に影響があるんだ。これは前回のお話でも、ありましたね。その休校中の子供がいる人というのが非常に影響を受けている。しかもその女性ですね。で、家事負担が増えて、子供の世話もしなきゃいけなくなっている。で、それでその、仕事と両立できなくなっていった、ということがここから見て取れます。で、これをその山口先生は、休校効果というふうに呼んでいます。この休校に、春に、全国一斉休校になりましたね。その影響が、子供のいる人を直撃した。で、それが回復できていない、というものなんです。で、この休校というのは、去年の春のことですけれども、しかし今もまた、似た状況が生まれてきていますね。その、子どもたちに、感染が拡大していますので、学校を夏休み明けに再開したものの、またすぐにその、休みになってしまった、ような学校もたくさんあるようです。で、今、その子供のいる人たち、特にその子供のいる女性たちは、今まさに、大きな影響を受けて、非常に困っているところだと思うんですね。で、その仕事を持っている人は、仕事を続けられるんだろうかという、今すごく危機的な状況にある。その今と重ねて、この結果を、見ていただきたいと思います。で、それから、この右側の、グラフ、これはその非労働力化の効果を示しています。だからこれが上に行くと、その労働力であるのをやめてしまってるんですね。で、ご覧のように、その子供がいない既婚女性に比べて、子供がいる既婚女性は、もう仕事を持つことをやめてしまっています。非労働力化してしまっています。諦めてしまっています。ですから、この人たちはね、失業率という形では出てこないんですが、この休校というようなことはなければ、その
当然働き続けていた人たちですよね。で、その人たちが、その休校になり、それからその今でも、学校がなかなか安定していないわけですね。えーで、その中で影響を受けて、働くことを諦めてしまっている人たちが、えー増えているというのが、この右側のグラフから見えることです。女性の働き方一般についてお話ししだすと、すごく長くなってしまうんですけれども、この2010年代から、日本の女性の働き方っていうのは大きく変わっているんです。そのことは、気づいていらっしゃいますでしょうか。特にその子供のいる女性が、よく働くようになっているというのがこの2010年代の大きな変化です。で、子供を産んだ後も、育児休業を取ったり、で、それからその保育園利用したりですね。で、そういうことで、働き続けている、女性たちっていうのは多いんですよ。多くなっていたんです。この10年ちょっとの間。ところが、このコロナ危機が、それを揺れ戻させてしまったのかもしれない。そういうその大きな影響が今出ています。今は子供がいるその有配偶女性、既婚女性ですね、大体。で、その人たちが非労働力化したっていうのを、見ましたけれども、シングルマザーはそういうわけにはいきません。その世帯の中に、他に収入を得ている人がいるから非労働力化できるんですけれども、自分一人で稼いでるっていうような家庭では、働くことを諦めるわけにはいきません。ですから、シングルマザーの人たちは、失業しています。仕事が続けにくくなったのは同じなんですけれども、しかし仕事を持つことを諦めてしまうわけにもいかない。それで、シングルマザーの失業率というのが、大幅に上昇しました。シングルマザーズフォーラムという NPO 法人がありますが、ここが昨年実施した調査によりますと、シングルマザーの7割が自分のその雇用や収入に関わる影響があったというふうに回答しています。で、ケアの役割を一人で担っているから、臨時休校とか、保育園の登園自粛によって、労働から退出せざるを得なかった。そうなんですね。一人で稼いでるけれども、一人でケアもしているんですね。そうすると、子供が学校に行かなくなったら、うちに子供を一人で置いとくわけにいかないような時、どうしても自分が仕事を休まなければならない。で、そうすると、世帯の中の唯一の稼ぎ手である自分が、仕事を失う危機に直面する。で、次の例、これひどいと思いませんか？学校や保育園に子供を預けられないため、仕事を休まざるを得ない状況だったのに、出勤率が悪いと6月いっぱいで解雇になりました。で、これはその20代のシングルマザーの、実体験なんですけれども、この時期にその子供を学校や保育園に預けられないから、仕事を休まざるを得ないの。これは誰でも見えてるじゃないですか。分かってることじゃないですか。で、しかしそれを理由に、解雇になってしまってるんです。これ非正規雇用だからですね。で、この、コロナ危機のその雇用に与える影響については、政府も非常に関心を持ってはいますね。それで飲食業の人たちやホテルに対する補助とかいうことは随分しているんですけれども、この非正規の人たちに対するその補助というのが、行き渡っていません。で、様々なその手続きをしないと、この非正規の人たちを雇い続けるための補助を得ることができないので、このお店などは、そんな手をかけるよりはということで、非正規の人を解雇する、方向に行ってしまっています。で、それを、禁じるような、強い措置というものを、政府が、取るべきだったと思うんですけれども、それはしないで放置したまま、こういう状況になっています。女性が非正規で働いているのは家計補助だ、ぐらいに思っているからなんでしょうね。で、しかしそうではないんですね。
女性が非正規で働いている場合も、それがその一家の大黒柱であることもあるし、でそれから2人で稼いでいても、それが非常に重要な収入であることもあるんです。軽視しないでほしいと、政府に対して思います。で、シングルマザーだけではなくて、そのシングルの女性、の失業率というものも、やはり、上昇しています。この、マザーでなくても、そのシングルの女性は、自分で、自分が収入源なわけですけれども、そういう方たちはやはり、仕事を諦めるわけにはいきません。で、失業率というものが上昇しています。今度は、違う方向での、女性の仕事への影響です。で、先ほど、見ましたように、女性は、医療職とか福祉関係の仕事など、このコロナの時に、仕事が増えているような、そういう職種にも多くついていますね。で、しかしこういう職種は、まさにそのエッセンシャルワーカーで、その感染の危険も、非常に高いわけです。ですから、仕事が増えたといって、喜んでばっかりいるわけにはいきません。で、このグラフは、職業分類別の、症例の比較ですね。その男女比です。で、医療関係、女性の方が、このオレンジ色が女性、青が、男性ですけれども、女性の方が圧倒的に多いですね。その医療関係で、コロナに感染した人。男性のお医者さんももちろんいますけれども、女性の看護師さんとか、直接にその、患者さんと、接触頻度が多い、人たち、この職種にはその女性が多いです。それで、実際に感染しています。で、それから介護福祉関係、ケアワーカーとかですね。で、それから、保育士さんとか、それが次の児童施設関係ですが、そういうその、女性が多い職種で、この感染が、の危険が高く、で、実際に多くの女性が感染しているということが、ここでわかると思います。で、これがその一般の会社員とか公務員ということですと、その、男性の方が、多く感染しているわけなんですけれども、特にこの感染の危険の高い職種に女性が多くいるということは見ておいていただきたいと思います。で、これをさらに年齢別に見てみます。職業別、男女別、年齢別のコロナの症例数ですね。で、今この医療関係とか児童福祉関係っていうのを見ましたけれども、看護師さんとか保育士さんとか、20代の女性が多いんですね。で、20代の感染者が多いということが、何度もその話題になってきました。で、そのメディアの報道の仕方などを見ると、その20代の人たちは、夜の街で遊んでるから、というような報道の仕方だと思いませんか？で、その行動を変えてくださいとか言いますね。で、しかし私それフェアではないと思うんですね。その20代の、男女ともですけれども、このエッセンシャルワーカー、この感染の危険が大きいけれども、頑張って前線で働いている人っていうのは、この20代に多いんです。だから感染した人たちの、ある部分、かなりの部分というのは、こういう仕事上の、理由で感染しているんじゃないでしょうか。その、若い人は、飲み屋に行くからというのは、一方的な、非難だと思います。で、これがですからその証拠ですね。で、学校でもやはりその、若い、人たちが、感染してますが、で、介護福祉関係ですともう少し違いまして、今度は50代、40代あたりのその女性たち、ケアワーカーをしている女性たちが感染しています。さあ、では、今度はその家族内での影響を見てみましょう。今までのところは、就業への影響でしたが、今度は、この、家族内への影響を見てみたいと思います。で、前回のお話では、この在宅勤務等によって、家事育児負担というのが、上昇したと。で、特にその、
負担が、女性への重荷になっている、というようなことをお話ししました。で、それは、昨年の4月時点の調査結果でした。で、その後まただいぶ時間が経ちましたので、昨年のその春5月と12月を比較したという、このコロナ、関係の内閣府の調査の結果をご紹介したいと思います。で、この下の方女性ですね。それまず見てください。で、この、赤、オレンジ、黄色、というあたりが、家事育児時間が増えた人たちです。で、35% ぐらいの人たちが増えたというふうに昨年の5月の時点では、女性たちでは答えていましたが、それが12月時点ですと、少しは落ち着いています。20数%ということになっています。それでも、大幅に増加したというような人たち、かなりの割合はまだ占めていますね。10% はなっていますね。で、ですから、女性のその家事育児負担は、前回ご紹介した、春の時点の調査よりは少しはマシになっているということがこれから見えてきます。じゃあ男性はどうかというと、男性はもうやはり、去年の春の時点では家事育児時間増えましたが、それが、それほど減ってないようです。増えたといっても、その女性のようには増えていないんですが、男性が、家事や育児を今までよりもするようになったというのは、ちょっと定着したと言えるのかもしれませんね。このコロナ危機の中で。そのあたり、どうなんでしょうか。ちょっとそんな男女の違いが見えています。で、この家事育児負担は、その夫婦の関係にも影響を及ぼしているというの、これもその前回お話ししました。夫婦や家族の関係が、家事育児負担がある程度増えると良くなると。ただそれ以上増えて、でかつ、その分担がすごく不公平だと、家族関係は悪くなるというようなことを、前回お話ししました。では、それは、その後どうなったんでしょうか。で、この夫婦関係と、それからこの役割分担の関係ですね。これを、調べてみたのが、この調査です。で、男性の、夫の役割が増加した人たち、だから夫がよく、家事育児をするようになった人たち、でそれから、妻がするようになった人たち、で両方とも、するように、より多くするようになった人たち、の、3種類の人たちの中で、夫婦関係が良くなった、やや良くなった、でそれから悪くなった人たち、というのをグラフにしたのが、これです。と、この、赤とオレンジのところが夫婦関係が良くなった人たちですね。で、この、夫の家事育児負担が増加した人たち、それから、夫婦とも、それが増加した人たち、それは、夫婦関係が良くなっている、ということが、ここから見えます。で、妻の役割だけが増加した人たちは、そんな良くはなってませんね。で、むしろこの右側の、夫婦関係が、悪くなった、やや悪くなったというあたりが、多めになっています。で、やはりその、夫婦の間のその家事育児の分担というのを見直せたかどうかが、この、コロナ禍で夫婦関係が良くなったか悪くなったかというのに、かなり影響しているということが、見えるのではないでしょうか。で、しかし、どれだけその、では男性がその家事育児を、続けていられるのかですね。去年の春の時点ではかなり男性も家事育児時間増えて、で、それが幸せだって言ってる人もいたというのは、これは先週ご紹介しましたね。しかし、どれだけ、その後も、それを続けてられるのか。で、これを見ると、このテレワーク、その在宅勤務ですね。このテレワークが続けられたかどうかというのが、大きな影響を持っている、ということがわかると思います。
これはその男性の家事・育児時間の変化を示したものです。で、オレンジがテレワークを続けている人たち。で、青がテレワークを中止した人たちですね。で、このテレワークを続けている人たちは、ある程度の家事・育児時間というのを、12月ぐらいまでその維持し続けていますが、テレワークをやめると、それはまあなくなってしまうわけですね。で、前回その在宅勤務というのは、その男性が、家庭に関わる時間、家事・育児をする時間というのを増やす、というふうに言いましたが、それは、間違いないようです。で、前回ですね、お話しした後、コメント、質問というのを皆さんからいただきましたけれども、その中でこの在宅勤務ができる人たちっていうのは、この社会の中の一部の人たちですよね。割と高給取りの、オフィスワーカーのことですよね。その人たちのことを言うのが一体どれだけ意味のあることなんですかっていう、コメントをくださった方もあるんですね。で、確かにこのテレワークをできるかどうか、というのは、その職種、企業の規模等にこう影響されています。割と条件のいい人たちがテレワークを続けられているという、それは言えると思います。で、しかしそれは、社会の中のほんの一握りの人というわけではなくて、かなりの割合の人ではあります。で、その人たちが、夫婦関係を変え、ジェンダー役割を変え、新しい暮らしを始めているということが、その社会の全体に影響していくかもしれません。ですから、やはりそのテレワークができればその方がいいし、そのテレワークをすれば、家庭関係も変わるっていうようなことはですね、これはもっと、強調されていいことなんではないでしょうか。さあ、これは、非常に悲しいグラフなんですが、自殺者数の変化を示したものです。この、赤が、2020年、去年ですね。で、他のそれまでの年と比べて、実は去年の全般というのは、自殺者というのは減っていったんですね。そのコロナ危機で、みんながその緊張していたとき、こういうその危機の時期というのは、その自殺率が減るというふうに言われていますけれども、それがまさに起きました。で、ところが、去年の後半になって、これが逆転していきます。コロナ危機が長引き、様々な影響が出る中で、男女ともその自殺率が増加していますね。で、特にこの女性の、この増加が激しい。で、この10月が本当にもう異常値と言えるほどの高さを示していますが、えーこれはなぜなのか。で、どういう人たちが亡くなっているのか、というのをこの見てみますと、そうですね、その最初に思ったのは、その失業した人が亡くなったのかなっていうふうに、ちょっと思いませんか、その今までのその就業への影響の話とかを、見てきますと。ところが、失業者は意外と少ないんです。もっとちょっと正確にその分析をしないと、簡単には言えないと思いますけれども、失業者、だけではなく、この無職者が多いんですね。で、無職者の中にはその主婦、が入っています。かなりのその主婦の人が、自殺しています。で、それから、高校生の自殺も増えた、ということが言われています。で、もう一つその注目したいことは、その一人暮らしの人が、このコロナ危機の中で孤独で、それで亡くなったのかというと、意外とそうでもなくて、同居人のいる女性の自殺が随分増加しているということがわかります。孤独で自殺したんではないようなんですね。もちろんそういう人もいると思いますけれども、この自殺者の増加の背景には、えーおそらくその家族と暮らしていて、で、その中での、いろんな問題が起きて、
それでその自殺に追い込まれる、というようなケースが、多かったようなんです。家事育児のプレッシャーで、メンタルな状態が悪くなる、そういう女性が多いということは、これも先週お話ししましたね。で、それからその DV が増えてるということも、これも先ほど見ました。そのような理由で、家庭が安全な場所ではなくなっている。そしてその自殺者が、増えました。で、この、DV が増えていることについても統計がありまして、この、2つずつ、同じ月について2つずつバーがありますが、右側が2020年です。で、その前の年と比べて、増えているということが、ご覧いただけると思います。このようにこの新型コロナの問題というのは、女性に対する影響が大きいということを、今まで見てきました。で、じゃあなぜなのかなんですけれども、女性は家庭の内外で、ケア労働の多くを担っていますね。で、家庭の中でもそうですし、それから、仕事としてもその医療従事者や介護職員の70%が女性です。で、この、ケア労働の、主な担い手であるということが、その女性へのそのコロナの影響を、大きくしているのではないでしょうか。このコロナっていうのはその密が危ないんですよね。だから親密性の病というふうに言うことができるように思います。誰かとその親密にすると感染する。でも親密にしなければならない、することが自分の役割だ、というような女性は多いわけです。その家族の中でも、それから仕事としても、そこでその感染リスクも大きい。で、仕事への影響も大きいわけですね。で、この、家族内での、ケア負担の大きさと、それから、職場のこと、これはその関係しています。この、家庭内での、ケア労働が増加して、それ自体大変なんですけれども、それがその失業など、仕事の面にも大きい影響を与えています。家庭負担が、大きいから、その非正規の女性たちがその失業していく。で、それからもともとですね、もともと女性で非正規職が多い理由は、その家庭負担、家事育児負担っていうのを理由にされているんですね。家事育児負担が大きいから、女性は正規は無理でしょう。非正規で、どうぞその楽な働き方をしてくださいというようなことを言われているわけですね。でしかしその実、この非正規労働というのは、周辺的労働で、景気の調節弁とされてしまっています。で、その、ことが、はっきりした形で露呈したのが、今回のコロナ危機なんではないでしょうか。で、このコロナ危機で、起きたその女性の失業、というのは、その予期しなかったことではないんですね。そこがその恐ろしいところです。この社会の、労働の仕組み、非正規の人を多く雇っておいて、で、景気が後退したらその人たちに辞めてもらう、調節弁にする。で、その非正規職には女性を多くつけておく。というこの社会の、仕組み、それがまさに予定した通り働いたのが今回のことなんじゃないでしょうか。だから予定した通り、その女性は失業させられたんですね。女性は非労働力化させられたんですね。で、その影響が、えーあ女性のさまざまな鬱屈とか、いろんな意味で影響を与えています。で、一方、この社会的ケア労働についている女性たちも多いですね。で、この人たちは過酷な労働というものを強いられました。で、いかにその医療現場が、もう今パンクしかけてると言っても、オリンピックはしますよね。で、ただ頑張れということで、大変過酷な労働を強いられている。で、しかも、その時にその待遇が改善するかというと、
どうもそういうことでもないようなんです。看護師の給与が大幅に上がったというようなこともないんですね。えーで、むしろ、看護師、の家族だからということで、感染してるんではないかというようなことで差別を受けたりするようなことも起きています。で、このように、女性はその人のケアをする、だから大きな、打撃を受けている、という、理不尽な、事情があるということが見えてきます。コロナ危機は、親密性の、危機です。ですから、人のケアをする女性、人と親密な関係というものを、いろんな意味で、持たざるを得ない女性たちというものが大きな打撃を受けています。で、これは本当に理不尽なことだと思います。で、このことを、このように整理してみました。家族の領域がピンク。で、それから、水色の領域が、市場ですね。家族の中で起きていることで、それから、労働の場とか、マーケットで起きていること。で、それが、様々にその影響し合いながら、その影響を強めているということがわかるんじゃないでしょうか。その家族の中でのそのケア役割の増加というものが、仕事を失うということにつながっていくわけですね。で、そういうことがまた DV とかその自殺とかいうことにもつながっている。で、こういう複雑に絡まり合った、こういう因果関係の中で、女性が大きな影響を受けている、ということがだんだん見えてきました。で、それから、この国家の役割というものもあるわけです。国家とか政府ですね。この社会的ケアが後退したというのは、学校が、休校になったり、それから、保育園が、休みになったりということです。で、その影響がケアの再家族化ということを招いて、女性の負担を増やしています。さかなり時間が、経過してしまったんですけれども、実はもうちょっと用意しているものがありまして、じゃあこの後ちょっと、急ぎ足でお話しさせていただきたいと思います。この国家の部分なんですね。次に見たいのは。国家で社会的な、ケアというものが減った。社会的サービスが減った。で、それが、みんなに大きな影響を及ぼしているということですが、じゃあどうして、この国家の側はこの社会的サービスを減らさなければならなかったんでしょうか。で、ここでその公共サービスそのものが、もう、20年以上前から、縮小していってるということをご覧いただきたいと思います。で、今回、このコロナ危機で、保健所がうまく回らないというのが、みんなの目に明らかになりましたね。で、保健所の数は減ってる、というのを、皆さんご存知でしょうか。1990年代の半ばから、えーまあ、え地域に、もっとたくさんあった保育所が、すいません、保健所が、統合されていきます。それで数がこのように減っていきました。で、この、保健所の、一つの仕事が、この生活物資を、届けるっていうようなこともあったんですが、どうもそれがうまく回っていない。この、大阪の例ですけれども、この2021年の春くらいからですね、今年の春ですね、自宅療養の人たちというのが大阪でも増えましたが、でこの人たちは、食料品や日常生活に必要なものを、自分で買いに行けませんよね。ですから、この物資を、受け取る必要があるんですけれども、それが、全然必要な時に届かないというのが問題になっていました。で、私の知っている例では、自宅療養期間がちょうど終わったその日に、この物資が届いたっていうんです。全然間に合いませんよね。でそれまでは食料品を手に入れたりするのに本当に苦労していました。でそれから現在起きていることは、
この大阪市では、この陽性判定から、保健所から連絡が、来るまでの日数っていうのが、大阪府の中の他の市よりも、長くかかっている、ということが報道されています。これは昨日ぐらいの報道です。で、この、行政対応が間に合わない、保健所の、キャパオーバーというものが起きています。で、それは先ほど見たような、その保健所の数の減少ということと関係しているんじゃないでしょうか。で、こういうことはどこでも大変だというふうに思われるかもしれませんが、例えば韓国ではですね、去年の春から、自宅待機者、陽性ではなくても待機しないといけない人っていうのがありましたよね。外国から帰ってきた人たちとか。で、そういう人たちには速やかにこの右の写真のような生活物資が、届けられていたそうなんです。やればできるんですね。それを最初からやる気でちゃんとプログラムして、でしかも十分な人員がいればですね。で、このセットをもらえていた韓国の人たちと比べて、それからもう1年半ぐらい経っていますけれども、日本ではまだそれができない。その背景には、この公的サービスの、を縮小するという、それ以前からあった動きというのが、関係しているんじゃないでしょうか。で、緊縮財政政策といいますが、公共サービスの、切り縮めということが、その主要な、部分を占めます。で、大阪は、ご存知のように、この緊縮財政というのを、売りにしている、地域なんですけれども、で、ご覧のように、これは大阪府立の病院機構に、大阪府が、補助している運営負担金というのが、減少しているというのを示しています。で、その影響で、例えば、羽曳野医療センターでは病床数が減少しています。この羽曳野医療センターっていうのは、まさにこういう感染症の中心的な病院なわけですね。で、そこの病床数というものが、2000年代、入って、このように減少してきてたというのが、わかります。その結核も減ったし、感染症はもう、起こらないというふうに、安心したのでしょうけれども、しかしそれで予算カットの対象になった、ことが、今回、コロナ患者を収容する、病院が足らないということに直接に影響しています。ですから、なんと、この橋本、元府知事で元市長ですよね。この橋本さんは、ツイッターで、こういう反省の弁を述べています。自分が責任者であった時代に、徹底した改革を断行し、有事の今、現場を疲弊させているところがあると思います。保健所、府立、私立、病院など。で、そこはお手数をおかけしますが、見直しをよろしくお願いします。見直しと言われても今すぐにできないので、自宅療養の人が亡くなっているわけですよね。で、彼の言ってることは、平時の時の改革の方向は間違ってなかったと思うんだけれども、有事の際のプランっていうのがなかった。こんなに、簡単に反省されても、今、自宅で、療養中で苦しんでいる方たち、には、すぐには救援は届かないのです。この、緊縮財政、というものへの、見直しというのが必要でしょう。で、この、公的な医療機関は、この、コロナ対策でも非常に重要な役割を果たしています。しかし、この大阪だけではなく、その厚労省そのものの、方針としまして、公立病院の病床削減、というものをずっと実施してきています。ですからそうですね、大阪だけを悪く言ってはもういけないんですね。日本全体の政策なんですね。民営化
で、効率のものを減らしていくという。で、この、コロナ禍で、このコロナ患者を受け入れるその病床が足らないというのが問題になっている、まさにその最中、2020年の11月にも、厚労省はこの方針を転換していません。で、公立病院の病床を削減するために、給付金まで出す。給付金を出すから、削減しろということを、去年の11月にも続けてるんです。皆さん、このこと、どうお考えになるでしょうか。公立病院、公的サービスの重要性というものが、見えてきているその時にも、政策の速やかな見直しというものができない、この硬直性というものを感じます。で、そもそもこの、緊縮財政と、その公衆衛生の影響というのは、世界的に議論されていることです。で、実はその日本はこの議論についていってないんですね。で、この行政改革、緊縮財政、高齢化もするので、福祉予算とか、その医療関係の予算というものを、削減しなきゃいけないという、これはその1990年代以降の、世界で定番政策になりました。だから90年代以降、日本もそういうことをしてきたのは、例外ではなかったんです。でところがですね、世界的には、このような緊縮財政政策への、見直し、批判というものがすでに定着しています。この緊縮財政政策を取りますと、不況が来る。で、それから雇用が減少する。で、ろくなことにはならないということが見えてきたんですね。それはそうですよね。公的サービスをしていた人たちが失業していくわけですから。で、2012年には、IMF も、この緊縮政策というのは誤りであったということを、認めています。で、特に、この保健医療分野での厳しい予算削減というのが、最悪の政策だ、ということは、世界的には、言われるようになっています。で、なぜ最悪かというと、当然その健康危機と公衆衛生上のリスクに直結するからですね。で、それから看護師、医師、技師、という方たちの、雇用を削減していくことになる。しかし、こういう方たちっていうのは、単に雇用があるだけではなくて、様々なその技術開発、イノベーションにもつながっていくような人たちです。で、この高齢化の進む社会の中で、そのイノベーションができる、いくつかの分野のうちの一つなんですね。で、そこを削減してどうする、というのが、世界的に言われていることです。で、しかし、日本はその、政治家も、その海外でのこの状況についていってませんから、はっきり言って不勉強なんですね。で、それはその、私なんかもその大学人として、忸怩たるものは感じています。でもっとその日本の大学人たちが、その、海外ではこれが常識になっていますよっていうようなことを、日本国内でその大きな声で言って、その、政治家などの耳にも届くようにしなきゃいけなかったんだと思うんです。でもその力が足りないんでこういうことになっているとも思うので、忸怩たるものはあるんですが、えーまあ、今もその、財政再建とか、その緊縮政策というのが正しいと思っている人、日本の中で多いですけれども、それは世界では、時代遅れになっているということ、それをちょっと覚えておいてほしいと思います。で、この、公的な、そのサービスの、削減ということは、この完成ワーキングプアという問題ともつながっています。この言葉は、聞いたことおありでしょうか。非正規公務員ですね。で、特にその地方自治体の、非正規、職員の割合というのは、非常に高い割合になっています。ここに書いてあるのを見てください。消費生活セ団員95%、学童指導員、94.5%、図書館72%とかですね、非常に高い割合が、非正規の人になっています。
で、これがですから先ほどのその、緊縮財政の影響ですね。何を起きるというと、その、公務員の中でも、その、市役所の中などで、デスクワークをしている人は切らないんですよ。それは中核的な、職員だということになってますので、そうではなくて、その、まさにその市民に対して、直接にその公的サービスを提供するような役割の人たち、こういう人たちがどんどん非正規化しています。で、非正規公務員は、しかも、女性が多いんですね。75%が女性です。つまり現在の公共サービスは、女性非正規公務員に、依存するようになってきています。これ皆さん気がついていらっしゃいましたでしょうか。つまりこの公共サービスにもジェンダー問題があるんです。今回この、新型コロナの影響で、失業した人がいますね。で、そういう人たちはハローワークに行きました。で、このハローワークで、一生懸命そういう人たちに、仕事を探そうとして、努力しているこのハローワークの職員、これも、非正規なんですね。かなりの部分が。で、それからその、本当に感染リスクを案じながら、この社会的なケアというものを維持しようとしてきたこの保育士の人たち、それから学童保育も重要ですよね。で、この方たちも、多くは非正規なんです。で、それからこの DV 被害に遭った人たちを、支えたこの婦人相談員という方たちがいますが、この方たちも、多くが、非正規なんです。で、この、コロナ禍で DV が増えて仕事が増えてしまった。しかしその残業代は出ない。そうなんだけれども、DV 被害に遭った人たちを放っておくわけにはいかないので、もう持ち出しで、働きましたっていうような体験談、去年ずいぶん、寄せられました。で、このようにみんな私たちは公的なサービス、ここで必要だっていう時に公的サービスが不十分だったっていうようなことを、随分言ったりしますけれども、その公的サービスを提供しているのは、まさに非正規の女性職員たちなんですね。その、不十分になってしまうのは当たり前です。人も少ない、労働条件も悪い。で、この余裕のない公共サービス、非正規の人たちに、依存してしまっている公共サービスというのが、重要な時に回らないというのを、私たちは、目の当たりにしたんではないでしょうか。で、これは、ジェンダー政策ということでも、大きな問題です。で、この、非正規公務員の方たち、どんな方たちかっていうのをこう見てみますと、学歴は高い。で、それから意欲も高い人たちなんですね。で、しかし、こういう人たちがこの完成ワーキングプアに、されてしまっている。で、日本の女性活用政策の最大の失敗と言えると思います。で、女性活用というのに成功している国では、女性を公務員にして雇用するということが、一つの大きな、政策になっています。で、これによって女性の就労率を上げ、貧困を減らし、税収を増やし、で、充実したその公共サービスを提供する。そういう良い方向へのスパイラルというのを、作り出すことが重要なんですが、日本はまさにその反対をやってきた。そしてそうすると肝心の公共サービスも回らないということが今回見えたのではないでしょうか。で、先ほどの、連関図というのを、もう少し、書き足してみました。この、国家のセクター、行政のセクターの中では、女性非正規公務員というものが、過重負担に、苦しんでいる。で、社会的ケアの後退とか、不十分な公共サービスというものは、まさに、こういう形で、完成ワーキングプアの人たちを作り出してきているということと、非常に関係しているわけなんです。で、しかも、すべてにこれジェンダーが関係しています。この国家、家族、市場、そのすべてのセクターで、女性がケアに関する役割を担っていて、しかも、不遇である、恵まれない条件でその仕事をしてきた。
で、それがまさに、こういう、ケアの危機でその破綻する、ということが、今回見えたことなのではないでしょうか。では、まとめますね。で、今まで私たちは、人間というのをその人口とか労働力と呼んで、経済の一部のように、考えてきたんじゃないでしょうか。でもそれは全く逆転してますよね。で、この生きるということ、で、その生命と生活というのが大事であって、経済っていうのはその一部でしかありません。えー単にその生きるということの物質的側面が経済ですよね。で、今回政府は、ずっとその経済が回るかということを言ってきましたけれども、言うべきだったのはその生活が回るかなんですね。私たちがちゃんと生きていけるか。ですから経済優先ではなくて、その生きること優先で、それを回すためにその経済も回す、というような発想の転換が必要なんではないでしょうか。転換というか、もともとそうであるべきものに立ち戻るってことですね。で、経済を回すための政策はあったけれども、生活を回すための政策というのが、できていなかったと。で、ここでケアリングソサエティという言葉を提案したいと思います。その生を包摂する社会、生命、生活を最優先する社会。で、それを支える労働っていうのがケア労働ですから、このケア労働を可視化し、ちゃんと保障する社会ですね。で、前回この図に書いてあるような、この資本主義システム、この外側にその環境や、第三世界やケア、生きることなどを置いてきた、仕組みが、今、限界に来ているということを言いましたが、この今までその外側に置かれてきたものを包摂して、で、それで社会を持続可能にするということを考えないといけません。で、この性を包摂する社会を、作るためには、性を包摂する社会科学というものを、しっかり、打ち立てないといけません。で、例えば今まで労働と言いましたら、その有償労働で、企業のために働くこと、お金のために働くことが、労働でした。でしかし、無償労働、家族の中でしているような家事とか育児とかケア労働とか、そういうものを、含めて、広くその労働というのを定義する。で、無償労働も含めた、しかしこれは社会を成り立たせるために必要な労働ですね。で、そこにちゃんと、人が配置され、その労働時間がそこにちゃんと取れる。だから企業のために働くので、ご飯作る時間がなくなってしまうとか、子供とケアする時間がなくなると、そういうんではなくて、それがちゃんとバランスよく、維持されるために、どのような配置が必要かということを社会科学がちゃんと見ていく。そのような社会科学の立て直しが必要なのではないでしょうか。で、フェミニスト経済学の方たちがこのケアリングエコノミーっていうような言葉を使っています。で、それを私はケアリングソサエティっていうふうに少し広く使いたいなと思ってるんですけれども、この、経済学で、ケアリングエコノミーという時には、この経済の定義を拡張するってことを言ってるんですね。これ今ちょっと言ったことですけれども、その人間生活、生命を支えるための、財とサービスの生産、消費、分配、流通に関係する、関係、制度、家庭の体系というのを、経済と再定義しようと言っています。これ、何がポイントかわかりますね。有償労働、企業のためにお金を払ってするような労働だけが労働ではない。究極の目的は生命、生活の維持。で、そのために必要な労働や、経済活動のことを考えようというふうに言っているわけなんです。経済という概念は拡張されなければならない。市場化された活動のみでなく、
家内労働及び国家が提供する公的福祉を含むようなものに。これ新しいですね。その公的福祉も、経済活動だって言ってるんです。でも、今まで見てきたようなその公務労働が、社会を回すためにその必要であるっていうこと。で、特にそのケアの部分で重要であるっていうこと。で、しかし今それが圧迫されていて、このコロナ危機をひどいものにしたっていうこと。それを私たち今まで見てきましたので、この、国家が提供する、公的サービスの部分も、経済の、広い意味の経済の、一部に含めていくこと、これが重要だっていうのはもう皆さん分かっていただけるんじゃないかと思います。で、つまりこの、社会的再生産の3セクターモデルです。国家と、経済、狭い意味での経済、あるいは市場ですね、それと家族というものからなる、そのすべての領域での活動というものを広い意味での経済と考え、社会的再生産のために必要なものだと、考え直していく。これが、これからは必要なのではないでしょうか。で、この性を包摂する社会を作る鍵は、ケア、ジェンダー、公的労働です。ケア労働を含めた経済モデルを作る。で、無償労働を含むケア労働の、経済価値の、評価をきちんとする。で、それから、公的労働の、経済価値評価というものも、して、待遇改善を行う。このようなことが必要です。で、それから、ジェンダー平等は、社会の中でケアが正当に位置づけられ、性を包摂する社会を実現できているかを測る指標になります。今までそのジェンダー平等と言いますと、女性のために、女性の人権のために必要なんだっていうふうに、皆さん考えてこなかったでしょうか。それはそれでもちろん重要なんですけれども、さらに考えていただきたいのは、そのジェンダーの不平等というものは、ケアの軽視、と、結びついているということですね。そのケアというのは、生活や生命を支える活動です。生活や生命よりも、その狭い意味でのお金の経済だけを、見てきてしまった今までの社会、その中でその、ケアを担ってきた女性が、不当な扱いを受けてきたっていうのが、ジェンダー不平等の根源なんですよね。ですから、そのジェンダー不平等を見直すことで、社会の中でのケアの位置づけが変わる、生命や生活というものの位置づけが変わる、そのきっかけになるというふうにジェンダー平等を、考え直してください。で、それを実現するためには、ジェンダー別に分けた統計とか、それから政策のジェンダー評価とか、いうことが必要になります。今日は、このコロナ危機というのは、その、ジェンダー問題でもあるということをお話ししました。で、それは、つまり、ジェンダーはその、ケアと、分かちがたく結びついていたからなんですね。で、生活、生命を復権する、それがきちんと包摂する社会を作るために、ジェンダーというものが鍵になる、そういうことを、見せてくれたのがこの、コロナ危機だったのではないでしょうか。じゃあどうも、ご清聴ありがとうございました。では、ちょっともう時間が超過しているんですけれども、では、少しだけ、ご質問にお答えしたいと思います。日本の緊縮公共サービス削減について、でもそれは公務員は給料が高い、人数が多いと国民が言っているのに応えている部分があるのではないでしょうか。ということですね。これ、やられてるんじゃありませんその新自由主義的なその緊縮財政政策を取ってきた人たちが、ずっと言ってきたこと
が刷り込まれてしまってるんだと思うんですね。公務員は給料が高いって言ってますけれども、ご覧いただいたように、かなりの部分は非正規公務員の人たちで、全然高い給料ではありません。で、だから正規の公務員の人たちが、それなりの給料であるっていうことをだけを見て、で、公務員の数を削減すると、でもしかし、実際には公務労働っていうのはある程度のボリューム必要ですからね、公的サービスを提供するために。ですから、そのできない部分を、完成ワーキングプアというこの非正規の人、非正規の形で、雇用しなければいけなくなっているんですね。ですからそうね、この1980年代、90年代から、公務員バッシングっていうのが、ずっとありましたけれども、それっていうのは、本当にその新自由主義の中で言われてきたことで、世界的にも言われていたんですけれども、世界の中では、どうもそれはバランスが悪かったんじゃないか、ということに、今、目が向いてきています。で、日本では、本当にマスコミも政治家も、同じようなこの、公務員バッシングをしてきましたけれども、これ本当にそうなのかっていうことをちょっと考えてみてください。私たちは公的なサービスというものがいらないのか。で、それを民間にしたら本当に安くなるのか。で、ということですね。で、それから、非正規で待遇の悪い人たちから、安い公的サービスを受けたら、それで私たちはハッピーになれるのか、というようなことをよく考えてみたいと思います。で、それから、経済に包摂してケア労働を分析、するとき、どのように分析するかということですね。で、貨幣価値で、測ることが何でしょうかっていう。これは重要なポイントですね。時間で測る、ということが、もう一つの数量化の方法です。そうですね。前回、コメントもらった中でね、その数量化すればいいってもんじゃないんじゃないかっていうのはありましたけれども、数量化するのが全てだとは言いませんが、数量化することで、考えやすくなる部分もあるんですね。だから手段として数量化というのはしたらいいと思うんですけれども、で、貨幣価値で数量化するのは、そのケア労働の場合、やっぱりあまり適さないですね。ケア労働という、その性質だけでその安く見積もられてたりする。で、家事ですればタダなのにってことで、不当に安く値段がつけられてたりすることもあるので、なかなか貨幣価値は難しい。そこでその代わりに出ているのがその時間です。で、現在ね、この時間っていうのが、政策の中でも重視されています。時間政策っていう言葉、ご存知ですかね。そのワークライフバランスなんかも含めてなんですけれども、そのケアのために使う時間、それから、会社のために使う時間というようなものをみんな時間で測って、で、それがうまくバランスするようにしていく。それがいいんじゃないかという考え方です。みんな24時間しか1日持ってないっていうのは非常に平等なことですよね。で、この、そうですね、実感で分析するのは、生活時間調査とか、いうことを多くの国がしていまして、で、それを使った分析とかがありまして、今、社会科学の領域でも、時間を単位とした、数量化というのは、かなり発達してきているところです。では、だいぶ時間が超過しまして、大変失礼いたしました。じゃあ、このあたりで、終わりにしたいと思います。じゃあ皆さん、どうも熱心に聞いていただいてありがとうございました。